横浜花博について調べ始めたら情報が多すぎて逆に迷った。そんな経験ない？あるある。公式サイトも見て SNS も見て、結局どこから見ればいいのかわからなくなるんだよね。このチャンネルはその迷子をなくすために作った非公式の完全攻略チャンネルよ。非公式なんだね。そうだからこそ来場者目線でしか伝えられないことを遠慮なく発信していくつもり。今日はこのチャンネルがどういう場所なのかまとめて紹介するわね。チャンネル紹介ってことか。ちょうど知りたかった。改めて自己紹介するわね。私たちが扱っているのは横浜花博、正式名称グリーンエクスポ2027。開幕は2027年3月19日。会場は旧上瀬谷通信施設よ。それは知ってる人も多いと思う。このチャンネルはその横浜花博を非公式の立場で来場者が損しないように、迷わないように徹底的に攻略していくチャンネル。公式のお知らせを分かりやすく整理するだけじゃなくて、実際どうなのまで踏み込むのが私たちの役目よ。公式には聞きにくいことまでってことだね。そういうこと。信頼される案内人でありたい。それが私たちの目指しているところなの。ここで一つ先に言っておきたいことがあるの。実はこのチャンネル3つの顔を持っているのよ。3つの顔？猫股の話じゃないよね。違うわよ。動画、ノート、そして攻略マップ、この3つを組み合わせて横浜花博を丸ごとサポートしているの。それぞれ役割が違うってこと？そう、この後順番に紹介していくから自分に合う使い方を見つけてね。まずは一番わかりやすい動画から。楽しみ。まずは動画。私たちは横浜花博を切り口ごとに1本ずつじっくり掘り下げて動画にしているの。切り口ごとにっていうと？例えばアクセスだけを4つのルートで徹底比較した回、チケットの選び方や購入戦略を解説した回、会場の出店者やパビリオンをまとめて紹介した回、宿泊とアクセスを組み合わせて解説した回もあるわ。一本にまとめずにテーマごとに深掘りしてるんだね。そう、広く浅くじゃなくて狭く深く。だからアクセスで悩んでるならこの回、宿泊で悩んでるならこの回って自分の悩みに合わせて選んでもらえるの。それは助かる。全部見なくてもいいんだ。動画のスタイルにもちょっとしたこだわりがあるの。それが私とポチのこのやりとり。僕たちのこと？私が解説役でポチが視聴者代わりの聞き役。ポチがそれってどういうこと？って素朴に聞いてくれるから専門用語だらけにならずに済んでるのよ。僕そんな役割だったんだ。知らなかったの？だから動画を見てるときにそれ自分も気になってたって思うことが多いはずよ。視聴者の疑問をポチが先回りして聞いてくれてるから。これからは自覚を持って聞くよ。さて、ここまでで動画の紹介をしてきたけど気になる回1本は見つかった？正直めちゃくちゃある。全部気になる。それは嬉しいわね。でもこのチャンネルの強みは動画だけじゃないの。実はもう一つ動画では拾いきれない部分を支えている柱があるのよ。もう一つの柱？そう、ここからはノートの話。動画でもっと詳しく知りたいって思った人向けの場所よ。気になる。教えて。ノートでは非公式横浜花博完全攻略ガイドっていう記事を書いているの。動画よりもさらに細かい部分まで文章と図解でまとめているわ。動画と何が違うの？動画は見てわかる形、ノートは後で読み返せる形。準備リストみたいに何度も見返したいような情報はノートの方が向いているの。後で読み返すよってことね。そう、一部は有料にしているけど、それはこれから現地にも足を運んで検証を続けていくために時間も手間もかけて作っているからね。あと随時更新しているから情報が古くなりにくいのも特徴よ。ずっと更新されてるならブックマークしておく価値ありそうだ。そして3つ目の柱、攻略マップ。これは現地で迷わず使えるように作り込んでいる地図データなのよ。これからは現地でも検証していくつもりよ。現地でちゃんと使えるように作り込んでるんだね。そう、日本語版だけじゃなく英語版も用意しているの。海外から来る人にも使ってもらえるようにね。
地図があると現地でのイメージがしやすくなりそうだね。動画とノートで知る、マップで歩くイメージを持つ、この3つが揃って初めて横浜花博を迷わず攻略できると思ってる。動画、ノート、マップ揃うと強いね。ここで私たちの制作姿勢についても少し話しておきたいの。制作姿勢？私たちはこれから現地にも足を運んで検証していくことを大事にしていくつもりよ。画面の情報だけで語らないっていうこと。これから足で稼いでいくんだね。それと正直に言うと、動画の一部には AI 技術、画像生成や音声合成を活用しているの。これは隠さずに伝えたいところ。 AI を使ってるんだ。ただ AI を使っているイコール丸投げしているわけじゃないの。資料の確認や構成作りには今も相当な時間をかけているし、これからは現地での検証にも足を運んでしっかり時間をかけていくつもりよ。技術は使うけど手は抜かない、それが私たちのスタンスよ。技術を隠さず使いつつ、ちゃんと人が作ってる。それは伝わってほしいね。じゃあ最初に約束した3つの顔の話に戻るわね。覚えてる。動画、ノート、攻略マップだったね。そう、動画で興味を持ってもらって、ノートで深く知ってもらって、攻略マップで実際に歩くイメージを持ってもらう。この3つがこのチャンネルの正体よ。バラバラに見えて実はちゃんとつながってるんだね。その通り。だから動画だけ見て終わりにせず、気になったらノートとマップもぜひ覗いてみて。わかった。後で両方見てみるよ。最後にちょっとだけ正直な話をさせて。正直な話？この活動、時間も手間もかけて作っていて、正直まだ楽な状態ではないの。それでも開幕までには現地にもしっかり足を運んで、ちゃんとした攻略情報を作りたくて続けているのよ。そうなんだ。もし動画が役に立ったなら、動画下のサンクスボタンでの応援やノートの購入がそのまま活動を続ける力になるわ。サンクスが難しい時は高評価やチャンネル登録だけでも十分励みになるから、それだけでも嬉しいの。無理にとは言わないけど知っておいてほしくて。応援したい人はそういう方法があるんだね。ということでこのチャンネルの紹介は以上よ。非公式完全攻略チャンネル、動画とノートと攻略マップの3本柱、しっかり覚えたよ。もし役に立つそうって思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と通知をお願いね。新しい動画が出た時に見逃さずに済むから。非公式だからこそ来場者目線で作り続けられるんだよね。そう、これからも迷わず横浜花博を楽しんでもらえるように案内人として頑張っていくわ。一緒に頑張ろう。それじゃあまた次の動画で。